10時。今日の残り時間はあと2時間。お風呂上がりの10時、一人で過ごす10時、残業中の10時、星空見上げる10時。あなたはどんな10時にしたいですか？ブルーな月曜夜を最高のひとときに変える。小時10、小島秀夫の最高の10時にしよう。はい、時刻は夜10時になりました。こんばんは。ゲームクリエイターの小島秀夫です。そしてはい、 TBS アナウンサーの日々真央子です。小時10、小島秀夫の最高の10時にしよう。今週もスタートです。よろしくお願いします。はい、お願いします。小時10、小時10 6回目ですよね。です、はい、第6回でございます。6回も続きましたね。なんとかやってまいりました。生放送も終えて、この間にね、西島さんも人気が出て、日々さんも人気出て、西島さんもともと大人気だと思うんですけれども、私もそれに抱き合わせでね、いや抱き合わせ人気も頂戴しちゃって、もう抱き合わせ今年のなんか流行語大賞に入るかもしれません。どうしましょう。これが認めませんだったらどうしましょう。どっちでもいいですけど、どっちでもいいシール作りましょうね。抱き合わせもね、よろしければ、はい、はい、ちょっと改めまして簡単に、この番組はメタルギアシリーズやデスストランディングなどで知られる世界的なゲームクリエイター小島秀夫さんがパーソナリティです。ブルーな月曜日の夜を最高の時間に変えるラジオ番組となっております。ということで本日放送日5月12日ですけれども、はい、発売日迫ってまいりましたけれどもどうでしょうか。デススト2、多分もう出してますね、マスターはね。おそらくちょっと今日は何日でしたっけ？今日は4月の22日です。はい、なんでもうマスターを出して承認が出る頃じゃないですかね。わかりませんけど、着々とさらにイベントも今日まさにあったんですよね。プレビューイベントという、昔のゲーム会社がよくやってたんですけど、世界中のライターさん集めて、でそこでゲームをじっくりやってもらうと。で今回30社の人に来ていただいて、今日初日やったんですけど、もう終わってますよね。初日いい感じでした。いかがでしたか、皆さんの反応とかは。なんか静かにやられてたんで、皆さん配達やってました。運んで。監督ってそういう時って皆さんリアクションであったりとかコメントってどういうお気持ちで見てるんですか？昔はもっと密着してたんですけど、あんまり僕行くと邪魔になるというか、あんまり出ない方が本当の意見聞きたいので、あんまり行かずにちょっと遠目から見たりとか、挨拶しますけどね。どんな反応にピクッときますか、監督が見てて。遠目から見てるとはいえ、あんまり言うとあれですけど、あらすじモードから入る人とか、微調整やったりする人、カメラのパン速度とかいろいろありますよ、設定。ずっとそれやってる人とか、人それぞれで。世界中からどんな国の方たちがいらっしゃるんですか？アメリカ、イギリス、フランスとか、いろいろですね。ただもちろんプレイするだけじゃなくて、いろんなおもてなしというか。そうですそうです。今日はおにぎりを握ってくれる人が来てました。コーヒーサービスの人とかいっぱい。お菓子もありますし。日本のお菓子。日本のお菓子。じゃあ本当にウェルカムというか、楽しんでねという。今日は初日なので、昼からなんですけど、ゲームプレイはコジプロのスタジオ案内とか、みんなで写真撮ったりとか、そういうことをやりました。最終的には多分屋形船でみんなで行くと。そうなんですか。いいな。いいな。ね、最初にやっぱり見てもらう人、プレイしてもらう人ってやっぱりこれからの長い目で見たら結構重要なポイントですよね。今はもうネットなんで、あんまりそういうことするスタジオはあんまりないと思うんです。昔は皆さんされてまして、どっから集まってもらって、一緒に交流しながらやるというか、つながりのゲームじゃないですか。なんで、ライターさんも始めた人とかいますけど、そこでちょっと人のプレーを見てちょっとパクるとかあるじゃないですか。なんやこいつ、そんな装備どこでもらってんのみたいな、そういうことをちょっとした方がいいかな。じゃあ最初のそのメディアの方たちもつながっていくという、その場所をまずは作ってると。そうです、そういう願いですね。
本当にいよいよ始まってますよ。もう1ヶ月、1ヶ月ですよ。デススト2まで。ねはい、デススト2。はいはい。僕は2、3日したらちょっとカンヌの映画祭に行って出きます。ました。行ってらっしゃいませ。はいもうまさにカンヌ国際映画祭としてははい5月13日からということですか。明日からうん。監督ももちろん行かれる。行きます行きます。うわー、カンヌってもちろん行ったことないんでどんな感じなんですかね。確かに。カンヌですよ。どういう感じ？はいそれでタキシードをこの間だいぶ前に作ったんですけど、ちょっとお腹が出ておりまして、監督の？うん、出ちゃうそれで、はいちょっとやばいなとでもう一個作ろうと思ったんですけどオーダーメイドが間に合いませんと言われて、はい。でちょっとあるやつをこう着て直してもらうんですけど、はお腹がですね、4センチちょっとオーバーしてると。監督何を召し上がったんですか？いやいやいや4センチこれでねちょっと直してもらってボタンの位置をちょっとずらすと、えあと残り1センチ、はい。僕がこの数週間で縮めないといけないというあ、追い込み期間ですねこれは。そうなんですだからあんま食べたらあかんですよ、うわ、ミッションですね。もうボクサーじゃないですか。もう減量期。うん、力士通るですわおお、歴史あ水水言うたらこう蛇口にね縛ってやるみたいなちょっと燃え尽きないように気をつけてくださいね。確かあに。んなカンヌであのあたりやいやまあでもストレスかかるんで今この時いや一番大変期なんかお菓子を食べてしまいそうね何食べるんですか監督？まあいろいろ食べるんですよ甘いでもの。本当はケーキとか、えよくインスタで、はい。あれ毎日ケーキが好きで食べてるんじゃないんですよインスタ用に食べてるんですグラパフェとマパフェとかそういうインスタグラ一マーマイン番見栄えのド。いいパフェとかあら、映えね。映えの。そうそうそう監督ちょっと急になんかキュンとしちゃったこれね。グラマーと同じマインドで、あ、そうグラマーインスタグラマーのことグラマーと私勝手に呼んでるんですけど。勝手にね。グラマーね世の中どう英語の教科書じゃなくて全ね然インスタグラマー。あ、なるほどそうだったんですか。ちょっとカンヌまでじゃあちょっと絞り期なんですね今ね。絞り絞り器で絞り器あと1センチなんとかしてくれと言われたんですよそれで当日まあはまらなかったら普通のスーツでプレミア行くとじゃああさってぐらいでみんなわかるってことですか。これはでも監どうなん督見たいですけどね、ちょ監督のっと減ってタキシードる気はしないですよねでもせっかく作ったんですよね。作ったというかまあそうです直してもらってますけどねあら、はいですからまあ気をつけてそうですねカンヌでタキキシード着てたら痩せたということですわかりました。普通のスーツ着てたらごめんなさい入れないかもね入れるかなちょっとわからんですよねそしたら絶対中継してくださいねラジオで。いやトムに頼みます入れませんトムにトムにトム・クルーズに入れてくれお秀よ上から。そうか空か。うわーそう。セスナでもうセスナでもうそろそろいいということなんでちょっとね、はいそうですか。じゃあちょっとはい皆さんからのそうですねメッセージも応援メッセージもお待ちしております、はいリスナーさんからの監督への質問や相談したいことを募集中です、はいメールアドレスはコジ10@tbs.co.jp、アルファベットでコジ KOJI に数字の10でコジ10です。メールを採用した方には番組特製ステッカー差し上げております。はい、じゃあオープニングいきます、はい今回のオープニング1曲参りましょう。本日の1曲目、監督何でしょうか？パブリックサービスブロードキャスティングという僕大好きなバンドなんですけども、去年出た新譜の中からTowards the Dawn。さあ監督こちらははい彼らも僕のファンらしくてこおーの間サイン入りのアルバムをいただきました。ほうこの5枚目なんですけど、もっと前のやつも結構すごいです。トリオ曲のTowards the Dawnというのは、はい、はいこれまあ本当はボーカル入りの曲もあるんですけど、ええ1回目の曲なんで、うん今日のねちょっと元気になるような、うんちょっと前のアルバムで、はいまあ、キャネディの演説とか月に行くとか、その宇宙関係のボイスを曲に入れてるアルバムがあってそれがめっちゃ大好きなんです僕。インスタでよく使ってます。おーはいそういったことがきっかけでGo to the Moon っていうかケネディがあと10年以内に月に行くんだって言った演説とかを曲に載せてるアルバムが最高なんですけど、おーはい、これはなんか飛行機のなんかテーマですよね。はいはい、浮遊感があラスってトフライト、はい、はいお聞きいただいたのはパブリックサービスブロードキャスティングで Towards the Dawn でした。ということで、といったところで小島秀夫の最高の10時にしようスタートです。小次集小島秀夫の最高の10時にしよう。あなたの10時を最高の時間にする
ジジュ。はい、改めましてこんばんは。ゲームクリエイターの小島秀夫です。そしてはい、 TBS アナウンサー日々真央子です。小島秀夫の最高の10時にしよう。今夜お送りするのはこちら。あなたのアイデア、こうすれば面白くなるかも。小島監督流ゲームのワンポイントアドバイス。そうですね。ね、これはやらない、小じじゅうはやらないと。小じ確かにね。マイリバウンドやらないと。今日やってないですもんね、僕ね。そうなんです。やって今日までできてないです。私先にやらせていただきます。はい、ということで今回はですね、リスナーさんからこんなゲームがあったらいいな、やこんなアイデアがあるけどどうやったら面白くなるかなといったゲームの種、フラッシュアイデアを募集いたしました。でそこにお答えいただくというのが我らが世界的ゲームクリエイター小島秀夫監督となっておりますはい。もう監督まあ、はずっと、ゲームクリエイター、ゲームデザイナーというかそっちの方ですね。はあ、はあはあはいはい。まあ、監督はもう四六時中どうやったら面白いものが作れるかと考え続けていらっしゃるので、ワンポイント。はい、ワンポイントというか、まあわかりました。はいなんかいっぱい来たみたいですね。めっちゃいただきました大変にいただきました、うんよろしいでしょうか。いいですよ。はい、監督もじゃあ常にいろいろ考えていらっしゃるということなんですね、普段はね。常にまあそうですね。うんはい。ゲームデザインとかシステムとかストーリーとかキャラクターとか、ほんまに移動中もずっと考えてらっしゃるんですよ。まあそういう人多いですよ。クリエイターで。ジョージ・ミラーさん言ってました。学校で先生の話聞かんと考えてたんで、ジョージ・ミラーさんは先生に君はな、そういう妄想せんかったらもっと勉強できたはずやって言われたって、この間ちょっとズームの時に。あら、ズームで、はい、いろいろ気になるところありすぎるんですけど、メールがたくさん届いているので、はい、じゃあ早速読んでいきたいと思います、はいラジオネームサッチョさんからいただきました。リスナー参加型企画として募集されていたフラッシュアイデアについてですが、小島監督がポストされていたブラックミラーのシーズン7の5話ユーロジーを視聴しまして、はい、写真の中に入り込めるというアイデアがとても素晴らしいなと思いました、なのでそういうゲームがあればと思います。写真の外からでは見えない部分も中に入れば違う視点からも見ることができる、もちろん記憶にない部分などは見えなかったり、曖昧ではあるけれども記憶の点と点を結ぶことで不明瞭な部分も明らかになるとか、これはいいんですけど、まあゲームって 3D じゃないですか今、3D 空間ぐるぐるいける中で写真が出てきたらダメですよね、でだから写真がまずあって、その中に入るからなんですよ。なんかここをよく考えないといけないですね。そうか、2次元から3次元だからやっぱりわっという驚きがあると。で今逆じゃないですか、今のアプローチで、3D 空間自由に歩き回って写真撮ったりする人が、フォトグラファー、ゲームのね、そういうのがまあ標準なんですけど、これ逆なのでちょっとやり方考えた方がいい。なるほど。いいですね。で、ブレードランナーでそういうのありましたね。写真がこう A の5なんとか言うたらピピ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 、カメラ回り込んだらなんかお姉ちゃんがなんか浴槽で蛇の鱗が出る、覚えてません？ああいうやつとか、あとですね、このユーロジー見た時に僕思ったんですけど、実はドローンランドっていうですね、ドイツの SF 小説がありまして、2016年に出たこれ傑作なんですけど、トム・ヒレンブラントさんでしたっけ？はい、これ褒めたらメールいただきましたよ昔。これですね SF で、仮想空間なんですけど、ちょっとサッチョさんごめんなさい外れますけど、何がおもろいかというとですね、刑事なんですね主人公ね、これで VR 空間で例えば殺人現場ってあるじゃないですか、殺人現場を記録したやつがいっぱいあるんですよ。で普通は死んだらすぐ行きますよね、で現場確保とかあって、足跡とかDNA とかあるからみんな来るなって言ってなんかいろんな手袋したりなんですけど、この世界はもう VR で全部記録されてるんで、刑事は何々事件っていうとそこに入れるんですよ。でもう本当にそこに死体があってそこでもう一回現場検証できるっていう、こうむっちゃおもろい SF なんですけど、2016年の作品なんでそういうことができれば結構おもろいんですよね。だからプレイヤーがいる 3D の空間とは違う空間を写真で出して、そこに写真の中に入ってその裏側を見たりとか、でそこでもう一度こう何かを再現するとか、犯人が隠れてたりしたりありますよね。実はその、遺体は遺体じゃなくて死んでなかったとかもなんかいろいろできると思うんですけど、なんで普通に作ると
難しいですね。サッチョさん、サッチョさん、まあいいんじゃないですか。このねユーロ人もそこが評価されてますから。はい、はい。すごい。まずは一発目、はい、一発目サッチョさんからのアイデアサッでしチョさん。サッチョさん、た。ありがとうございました。どしどし。はいさあどんどんいきましょう。パクっていい続いてですよ。いいんですかいいですいいです。もう嫁いくばくもないんでね。もうそんなことやらないでくださいよ。早くダイエットしないと頑張って健康にならないと。あと1センチね。1センチ頑張ってください。本当に。はい、健康のためにね次いきます。は、はいいそうそうそう。はい、ペンネームバルーンファイトさん。バルーンファイトペンネームね。でもバタバタ。ペンネヤンピーさんームがバタバタバルーンファイトさんってはいペンネームはい。人がゾンビの世界に迷い込みゾンビを襲うゲーム。もうこれ1行だけのすごっ。これ結構いいですよ。逆の発想ですよね。ゾンビから逃げるゲームじゃなくて人がゾンビの世界に迷い込みゾンビを襲うゲームですよね。ゾンビをどう襲うんですかね。どう襲うんですかね。どうやって襲う？なんかあれですかね、内臓とかもらうんですよ。でももうボロボロで腐っててゾンビを襲って何の特典があるんですかね。ゾンビ無抵抗ですもんね。あんま知能とかもね、そうですね。ないですもん。でね、僕が考えたはいゾンビゲームで、究極のゾンビゲーム、お、これ20年ぐらい前はい。考えたんですけど、いいんですかこれパクっていいよ。いいんですか誰も聞いてはい、びっくりしますよ。ゾンビって何ですか。死んだもんが生き返るでしょ、はいで食いに来るでしょ、はでどうなります。食われたら噛まれたら自分もゾンビになる。そういうゲームないでしょ。それで、オンラインが出始めた頃に考えたのは、プレイヤーがまず世界に入ります。お金払って課金、はい。プレイヤーです。はい。でゾンビ変わるんですね、飼ってるうちにゾンビに噛まれたらゾンビになるんですよ、はい。そしたらプレイヤーがプレイできへん、操作できへんなんですよ。ゾンビやから、勝手に歩くんですよ。で醜態を晒すというか、でずっと課金続くんです。だからその世界に自分が入ってゾンビになったらずっと歩いてるんですよ。で他のプレイヤー襲ったりしてるの嫌でしょ、どうするかってもう一回お金払って別のプレイヤーになって自分を借りに行くんですよ。でまた食われたらってもう毎月どんどん課金増えていくんですよ。これをゾンビ港と呼んでるの。もうこれ絶対間違いないんですけど誰も作れへんですよこれ。いやー、すごっ。ゾンビゾンビココやめられへんから。でしゃあないからもうお金ないわ思って友達俺なんとか4丁目にねうーって言ってるやつな下半身のやつは俺やねん殺しといてみたいな。ゾンビは噛まれたものがゾンビになるってここがフューチャーせなあかん。あもうゾンビゲームいっぱいあってもそこ全然ダメ。全然分かってない。あ、ね、どんどん増えてるというかね、ゾンビものもねえもうゾンビこんないっぱいあるの。誰でも作れるみたいな。だから噛まれたものがゾンビになるっていうね、ああ、ここをゲームとして捉えなあかん。はあ、でもやっぱりもともとあるアイディアをもう一回ちょっとこう新しく作るとなれば、まあ、ブラッシュアップじゃないけれども見つめ直してこれがポイント。視点をちょっと変えた方がいいですね。だからゾンビはゾンビでいいんですけど、ちょっと違うとこから見るとか、従来の方向じゃない方向でいとかないはいえね、新しいものほど作りにくいし売れにくいんで、ここは気をつけないと。ゾンビコね、ゾンビコ普通にゾンビが蔓延しているところにサバイバルって言って、なんかデバッグ背負って、なんかね、こらこらだいぶ特定のゲームに関したんじゃないはいねまあでもそうですよね。でそれもねなんかまあダメですよ。なんですけど、はあなぜかね、なんかすごい評判がいいんですけど、でも全然パクれちゃうんですね。そのゾンビものっていう今ジャンルなんです。そうか。だから全部ロメロに変えはらなか本当は、はい次行きましょう、はい次行きましょうあーすげえバルーンファイトさんありがとうございます。バルーンファイトそう監督バルファイトってお願いしますありがとうございます、はいさあ続いてラジオネーム、はいつくいさん40歳つくいさん、はいつくいさんが本名ですよ。つくいつくいささんんいただき振り向いた人がそうですよね。40歳40歳、はい。昨今医療ドラマが乱立しています。しかしながらゲームで医療メディカルを扱うゲームの代表作がありません。インディーだとあるかもしれませんがということですが、ただトリプル A ゲームでプレイしてみたいです。よろしくお願いいたします。これはですね、なんでないと思いますか。なん弁護士のゲームないでしょ、あ医者のゲームないでしょ、なんでやと思います。その人たちが違うって言ってくるから。例えば主人公プレイヤーじゃないですか。はいで映画プレイヤーって主人公が医者なんですけど、医者の知識もあって、で見てる人はついていくだけじゃないですか。でこれがねインタラクティブになるとどうかというと、患者がポンと来て、プレイヤーでしょ、はい医学的知識は全くないんですけど、どこが悪いとか言わなあかんし、例えば外科医ったら腹切ってどうすんのと全く分からんじゃないですか、そうなってくると
まあ AI かなんかサブの人が相棒で、こういう時は汗こうせって言わなあかんし、あと弁護士とか検事が主人公のドラマありましたから、アンチヒーローとか、これプレイヤーになると法律の知識全くないですよ、戦えないですよね、なんで今銃で人を撃つゲームが多いのはそうなんですよ。誰でもできるんで、そんな空飛んだりするのも。そうか、医療とかだから専門的な職業になるって無理なんですよ。そっちの知識が武器になっちゃうから、なんでこれもそうなんですよね。なんかパズルみたいなのができますけど、本来はなんか、まあ、医者なら、まあ、開業医で待ってて扉開くと何々さん来て熱測ってと全部自分でやらなあかんじゃないですか、ほんで特定せなあかんですよ、病気、ほんで薬処方せなあかんですよ。そんなの分かりますよね、もう10年ぐらい勉強せなあかんので、医者なんて。助手とかでも無理ですよね。ちょっとそのここ解いてみたいな、注射打ってっていうのをどこに打ったらええねんみたいな話じゃないですか。でゲームなんで失敗したら死んじゃうから、なんぼゲームオーバーになってもね助けられへんですよね。どうしましょう。だから専門的なもう、まあ、法律もそうですけど、なかなかそういうゲーム作れないんですよ。主人公がその医者になるっていうか。ただ僕が作りたいのは、医者で現場のこの外科現場を作りたいだけじゃないんですよ。そこじゃなくて、その医者が家帰ったりしたらどういう人かっていう、その医者の人生をシミュレーションしたようなゲームを作りたいので、だからレースゲームってレースだけじゃないですか、そうじゃなくてレース終わってから降りて、じゃあまあ、どんなお姉ちゃんと付き合ってるとか、こんな苦労があるとかっていうのをゲームにしたいわけです。そこにストーリーが出てくるんで。そうか、やっぱりストーリーをどこでまあ、ストーリーとその疑似体験じゃないですか、だからレースだけじゃなくて、ね、いろんな問題がレーサーっていっぱいあるんで、つくしさん作ってください40歳だったら作れるでしょ。今最近はつくしさん、ちょっと今監督からのヒントありましたから、ちょっと続編あったらまたメールでも。学校の先生も難しいですよね。学校の先生もないですね。アナウンサーはアナウンサーいや育成みたいなんですか。だからまあシミュレーションかな。アナウンサーの育成は大変ですよもういろんな人がいますからね。アナウンサーはまたちょっと確かに選択肢はとんでもなく増えると思います。ストーリーはもうそれぞれにいっぱいあるので、まあアナウンサーのね人生とかをこう体験したいですね。ゲーム性でもそれがゲームにするっていうのは監督どうすればいいですか。いや結局ね、そのアナウンサーのどの部分をするかっていうか、そこを体験させるのかっていうところなんですよ。なんで、まあ、そういうことをしたかったんですね。アナウンサーのゲームを作りたいって。じゃあどの部分をゲーム性として立てて、じゃあそれをどういうシステムであれば分かってくるのか。でそれでもうちょっと言うと、パソコンなのかゲーム機なのかスマホなのかでだいぶ違うじゃないですか、そのインターフェースが、だからそこから考えなあかんですよ。監督ください、アイディア作るの私今ちょっと自分のものにしようとしてるアナウンサー自分で作ったらあかんじゃん。どれがじゃあそのスマホかゲームか、ゲーム機か、まあプラスなんか別の GPS とかつけたらちょっと違うことできるでしょ。なんかセンサーつけるとか、で操作感もやっぱりコントローラーなのか今日タッチなのかでも違いますし、何をおもろいと思うかっていうのはやっぱでも一番大事ですね。アクションとかやったらやっぱりこうコントローラーいるじゃないですか、でそうじゃなくてシミュレーションとかなんかこうパズルとかもそうですけど、パズルみたいなのもいいじゃないですか。アナウンサーでね、アナウンサーパズルうまいこといくと喋れるとかわかります。そう喋るまでの過程をゲームにするみたいな。アナウンサーの喜びとか難しいとこってあるじゃないですか。それがまたね複雑なんですよね。ああでもないこうでもないが始まるんだよな。日比さんのゲームっていうんですか。私のゲームだったらやっぱ居酒屋、それが楽しい。どこまでそれが楽しいかどうかですね。バキ酔いになるまでのゲームとかそんなゲームなんないか。いやなると思うんですけど、酔っ払ったらあかんけどほろ酔いにならなあかんみたいな。バキ酔いはゲームアウトで、なんかこうバキ酔いしながらもちゃんと喋らなあかんみたいな。それゲームになるんですか。なるじゃないですか。こうやっていっぱい取っといて、酔っ払った時とそれでこう自動生成とか、なんか分かりませんからね。私の家がただじゃなくなんか身になる気がしましたけど。抱き合わせで売りましょう。抱き合わせで何と秀夫お答えですよもう本当に。ピー祭り。はい、次行きましょう。ラジオネーム高橋名人（偽物さんからいただきます。
高橋名人じゃないんだ偽物と申します。はい、どうぞはじめまして、高橋名人かっこ偽物と申します。はい、失敗すると二度とできなくなるゲームはどうでしょうか。これね、僕はもういつかな、30年ぐらい前に考えまして、おお、へこれあってもいいでしょ。はいえ。もう全くプレイできないってことっていうかね、そもそもビデオゲームってまあコインノップっていうかそのアーケードでしょ、もともと。あれ100円で3分ぐらい遊ばしてお金取らなあかんですよ。はい、コンティニューってそういうことなんですよ。うんうんうん、だから本当は二度と遊べなくてもいいんですけど、は家庭用機は何ぼかお金払ったら遊べるじゃないですか。まあ、でももともとビデオゲームやからコンティニューがあったりゲームオーバーがあるんですけど、うんうん、なんでこの発想は正しいんですよ。で僕が考えたのは任天堂がディスクシステム出してるじゃないですか、はい、自分の命を買ってくるんで、まずねゲームオーバーになると終わるんです。はあ、そのシステムが壊れるんで、やばもう一回買いに行くんですよ。だから1回限りでもそんな高くできませんよ。だかああ、そうですよね。らで書き換えるとかあのとこはディスクシステムなんで企画立てましたけど多分猛反対があってやめましたけどあ、立てたんですか。だからそのコンティニューじゃなくて自分の命を買ってまあ何でもいいですよ。レーサーでも、軍人でも宇宙人でも何でもいいですけどゲームオーバーになったらもう終わりです。だから何年生きてる10年も生きてるっていう人もすごいでしょ。戦い続けてるわけですから、うんうんうん、それが評価になるというか、はで死んでもうたらまたゼロからなんですけど経験は残りますよね。あ、はい、でまた買いに行ってで死んだらもう一回買いに行くからまた課金ですよこれ。どこぞの喜びますよ。どうぞや。ひでちゃんっていう声が聞こえる。あっても良だかさそうな。らもうずーっと30年もね死んでない人ってすごいですよ。すごいですね。確かに。だんだんでも自分のこうリアルなうんこう時の流れとリンクしてきますよね、そこまで続けられたら。30年、まあハードがなくなってますけどね。そう聞かれるとこはね。そっちの問題もある結のか。局ゲームのパッケージ5000円とか6000円とかで投資して、それでずっと遊べる。でこれもそういうシステムじゃないですか。うんうん、ただまあサブスクとかも最近あるんで、はい、ちょっと違う考え方のゲームのコストという値段というかのもあってもいいと思うんで、売る側はでもすごいリスキーですよね。そういうアイデアが思いついてもそういうシステムそういう社会じゃないとダメなんですよ。社会の問題。なんやそれみたいなもうボロカス言われますからそういうの。あ、でもコジプロだったらコジプロ関係ないですよね。でやらない。これはおいおいこう P ね。ピーね、これピーピー、うんうんとコジプロチーム、うんうんでもねということです。こういう発想はいいと思うんですけど、ただまあなかなかね乗れない車とか作ったらあかんのでそうか。難しいところですよ。時代の流れ見ながらなんですよ。でこういうのはちょっとストックしといて、なんかそういうテクノロジーとそういう市場が来そうな時にちょっと前に出すと。でも前に出したら一番儲かるのは3番目ぐらいの人が儲かるんで、だから一番売れてるゲームなんだけどもうパクリのパクリのパクリぐらいですよ。そうなんですね。パクパクっとやった人が、そうですよ。あー斬新なゲームなんか一番上にはいませんから下の方ですよね。それなんとかまあ映画でもそうですよやってほしい。あね、そうかもしれないですね。まあそうか。アニメでもそうですよね。まあそうか。確かじゃあこれはでもちょっとこの二度とできなくなるゲームはもしかしたら失敗するとこれどうなんですかね。に。パクれますよこれ。でも。これはいやパクれますけど多分、出資者から反対猛反発とかプラットフォーマーからも言われる。そうですよね。まあちょっと似てますよね。さっきのゾンビ、はい似てる。はいゾンビコゾンビがすごいのは自分のゾンビが操作できへんけど人を食い散らかしてんのにお金払わなあかんっていうこれはこの虚無ですね。ここなんですよゾンビ校。虚無です。ちょっとキュンとしますね。私がもうね食ってる銀行の人なんか聞いたらもうどんどんお金出してくれますよ。もう貸しましょう貸しますそれ儲かりますよねみたいな。だって増えるしかないですもんね。ほんでねその僕考えてるのはゾンビの人口が増えるともう全部がひでこれ P なんだよ。今のところそうですねひでちゃん祭りといやお送りしております。後で聞きたいはい、ひでちゃん祭り。ラスイチラスイチです。ラスイチ行きましょう。あら困りました。これはい。自分のアイデアばっかりでねどうなんですかね。はあ、ではラストでございます。はい秋典さん40代男性からいただきました。はい、はい秋典さんからです。はい小島監督スタッフの皆さんこんばんは。はいこんばんはこんばんは。ありがとうございます。時間とは本当は存在しないかもしれないという仮説を聞いたことがあります。来ましたね。ちょっと哲学的な。例えば、物が壊れていったり
人が年を取っていくのは自然の中で元に戻らない変化が起きているだけで、僕らはそれを時間が流れていると思い込んでいるのかもしれません。でももし本当に時間がないとしたら、なぜ僕らは生まれておいて死ぬのでしょうか。そんな時間とは何かをテーマにしたゲームを作るとしたら、どんなゲームシステムを考えますか。監督の考えをぜひお聞きしたいです。生まれておいて死ぬのは新しい種を作るためにですよ。ほアメーバは増殖でしょ。増殖って死なないんで、で僕らが死ぬと決めたのは遺伝子掛け合わせてね、次の世代で新しいちょっと有能なやつを作る、チャレンジなんで、そうなってくると古い人は死ななあかんから、でテロミアとかあってそれの次元装置が働いてるんで、本来死なない。で死なないということは進化しないということなんで、そうか。生と死のことはね、時間はまた別なんですけど、これはねいいところに目をつけてますね。もともと先ほど言いましたがビデオゲームって3分で1回死んでほしいとか100円なんで、で大体シューティングとかそうなんですよ。ずっと遊べたら困るわけですよ。これ時間でお金取るんで、課金もそうですよね。なんかね、そうですね。僕例えばメタルギアソリッド3のフードキャプチャー、はい。とかあれ時間の感覚入れてるんですけど、魚を取って置いといたら腐りましたよね、腐ります。あれも時間の感覚、タイマーが腐るということが時間、あとジエンドっていう敵がいまして、これじいちゃんなんですけどスナイパーなんですけど、むっちゃ強いんですけど1週間置いとくと老衰で死んでるんですよ。でこのプレイステーションのタイマーを見て、時間感覚ですねっていうのもありますし、僕はちょっと昔考えてたのは、これパクっていいですよ。最初生まれ落ちるところが始まるんですよね、プレイヤー、子供なんですけど、時間で老けていくんです。だんだん大人になって、でそれで戦うんですけど、いろんな敵と。これさっきのと一緒ですよ。ずっとやってるともう70、80のじいちゃんが戦ってるんですけど、70、80になると弱くなるんで、目も悪くなるし、その代わりいろんな体験が自分の中に入ってくるから、結構頭脳的には強くなりますけど、体力的には最初10代の時は走れるんですけど、60になるとちょっと遅くなって敵に追いつかれるとかっていう、それがおもろいのかっていう話ですね。でも小島監督ゲームっぽいというか、そんなん誰も金払いませんよね、多分ね。いやちょっとやりたいですけどね。パクる人いそうやな。パクってもいいですよ、こんなん売れませんから。配達ゲームぐらい売れへんと思います。じゃあ売れてますよ。じゃあ売れちゃうじゃないですか。それにどういうストーリーをね込めるかとね、操作性とね。なんか時間ってね、結局止まってるんですね、ゲームの時間って。流れてるように見えてて、もうずっとプレイできますし、セーブしたら止まっちゃうってことですか。というか周りの世界変わりませんよね、一切ね。そうですね。もうプログラムしたまんまなんで、だからなんか流れてるように見えてて、それは起承転結が決まってるだけなんで、タイムラインがあらかじめあるんですけど、世界は止まってるんですよね。本当なら森にいて時間が経つと草木が生い茂ったりとか、そうか、その場そうい所、うのは作るの難しいんで、ステージ自体も時間も、もう止まってます。もうセットです。映画でいうと、はい。後ろの山が絵やとかイラストとか写真とかっていうね、変化していかないですよね。でその止まった中で遊ばされてるんで、それが変化できたらすごいんですけど、そんなもんお金かかるのだったらしい。でもこれ監督がなんかこう実現してくれこれちゃうような。はあんましないな。これはしてくれなさそうです。しないかな。ちょっとで髪の毛伸びるとかね、プレイヤーがはそういうのはもしかしたらやるかもしれませんけい。ど、おお。あんまり嬉しくないですよね、それね。でもなんかリアルやっぱね、もともとDS2 は、ちょっとあまり言うたら怒られるから、サムがちょっとあるところで髪の毛切ってひげも剃るんですけど、はい。本当はしばらくするとひげも伸びて自分で剃らなあかん思うんですよ。で剃らへんかったらひげ伸びてボーボーになるっていうか、やってたんですけど、ノーマン・リーダスというね、ビッグスターを使っている以上、あんまりそんなことしたらかっこよく言いないとっていう。一番かっこいい感じでね。そうですね。キープしたい。でも監督のアイディアの中ではすでにちょっとあったわけですね。 DS2 でね。ね、確かにね、長さが毎日起きてゲームずっと結構デスストも何年もやってる人いるじゃないですか。ただ5年やってたらもう髪の毛ボーボーやから、自分で切りたい人は切っていいですし、ひげ剃りたい人は剃ってもいいですけど、前に監督がDS1 をこの2が発売になるというタイミングでもう一回こう
やる人がいるっておっしゃってたけれども、それがまた時間というのがそうですね、時間を置けば昔よく考えたのはですね、ワインってなんちゅうのあれ作ってから、熟成させるというか熟成ゲームって考えたんですよ。熟成ゲーム、これすごいですよ。これもピッチしましたけどね、みんなにこらこらピッチしたんですか。聞いていいんですか？最初思んないんですよゲーム、買ってすぐ思んないんですよ。若いやつで1週間1ヶ月経つと徐々に面白くなる。熟成ゲーム、そんなもん誰が買うねんってみんな言うんですけど、だから最初からそういうスイッチを入れておくんで、僕のゲームもう10年目やって言ってむっちゃおもろいみたいな、へー、最初思んなくしてるんです。だからあえてだからメタスコア10点とかね、最初そうもう言ったのが熟成ゲームやからって言って10年後に100点になってたりする。お何かどうか分かりませんよ。まあそんなんばっかりですよ、いつも考えてんのは。いやでもいただいちゃいましたけどね。まあ、パクっていいですよ、絶対売れませんから。またでもこれ売れちゃったら。あと劣化していくゲームを考えましたよ。劣化も劣化生もんなんで、どんどん腐っていくんですみんな。仕様が物忘れみたいな、プレイヤーがどんどん物忘れしていくんです。それじゃ早くプレイしないとっていうことですか？そうもう勝てない。忘れた忘れちゃう。困る、でもそこがまたでもどうやってその忘れと向き合うかというか。いやもうだからもう学校と会社休んでやるしかない。1週間うわ一気に、ね、もう1ヶ月置いたら忘れてますから。うわやだもう銃を撃つ操作ができないとか、毎日1個忘れるんですよ。うわ困る。でなんかロードすると今日は何々を忘れた。困る。で最後移動手段を忘れた。おいこれは逆ですよね。でも熟成はどうかな。おもろなっていくっていう。いやということでですね、秋典さんね、秋典さんからの40代男性、はい、40代から作れるんじゃないですか。もうそうか、時間を感じる。もう全てを捨てて、家族も家も売って会社も捨てて作りましょう。投資してインディーねかけながら応援しています。熟成ゲーム、秋典さん、はいということで皆様からのアイデア様々いただきまして、小島監督にいろんなアドバイスをいただきました。ちょっともしですねこれ受けて、更新するなり、いやこれこういうのどうなりこれ ねもうちょっとおもろいのくださいよ。いや僕初回だったからね、エンディングで届きました。ということでここまでワンポイントアドバイスでした。はい。はい、小時中小島秀夫の最高の10時にしよう、パーソナリティのゲームクリエイター小島秀夫です。 TBS アナウンサーの日比真央子です。さてここでもう一曲、トロンのレガシーですね。2つ目の映画からザ・サン・オブ・フリン、ダフトパンクリミックスドバイモビーです。ですね、このトロン見たことあります？ないです私。ディズニーでディズニーチャンネルとか見れば、最初のトロンっていうのも結構前のやつで、衝撃的なレイトレーシングのまだ、パソコンみたいなのがなかった時代に CG が入ってるんですけど、で、10年ぐらい前かな、トロンレガシーって2作目が出まして、で今回この11月に3つ目があります。トロンのアレスっていうこの間トレーラーが公開されてまして、でその3つ目は我らがトレント・レズナーと、アティカスがやるんですよ。で多分また大ヒットしてゴールデングローブ取るんじゃないですかね。でトロンのレガシーも、ダフトパンクが曲をやって2年ぐらいかかって作ったんですけど、これもう大ヒットしまして、僕も CD とかいっぱい持ってるんですけど、でその中の、このフリンの息子っていう日本のタイトルね、この曲結構いいんですけど、ダフトパンク版よりこのモビーって分かります？僕の好きなモビー、ミュージシャンですけど、彼がリミックスしたやつを今流してます。これ6分ぐらいあるんですけど、これが一番最高です。でこのダフトパンクの名曲をアティカスとトレント・レズナーが軽く抜いていくのではないかと。11月ですね。ちょっとあんまりこんなね有名、今も有名ですけど、あんまりやってもらうと一緒に仕事できへんギャラがどんどん上がるんで。いやそれはね友情で。なんで11月かな、トロンのアレス、
音楽も期待ですね。はいはい。ということで2曲目お送りしたのはダフトパンクで The Sound of Feeling リミックスドバイモビーでした。はい。モビーってボーンシリーズの、主題歌作った人です。おー、そうなんだ。トゥルートゥルーってやつ。はい。あはー、聞いたことある、はいうんうん、モビーも大好きなの。一面はい。モビーさんのリミックスバージョンでした。お知らせに続いてエンディングです。古事集小島秀夫の最高の10時にしよう。はい、古事集小島秀夫の最高の10時にしよう、そろそろエンディングのお時間です。はいということで監督初めての試みワンポイントアドバイス会でしたけれアどもドバイスというよりこうネタバレみたいなですけどね、監督のアイデアいただき会でもありましたけれども、いかがでしたでしょうか。使う本当に欲しいのは、はなんかこう今のゲームにない面白さ、視点というか、はいそういうのを欲しいんですね。例えば、僕でメタルで言うと隠れるとか、デスストで言うと配達みたいなつながるみたいな、そういうのをどういうシステムでゲームのシステムを作ったらいいかとか、あるいはそのシステムを生かす物語とか世界観をどうしたらいいかって、そういうことを言いたかったんですけど、全然来ないじゃないですか。いっぱいいただきました聞きましたけど、だからね、なんかね、はいこういうなんか今ないゲームね、はい、ゲームというかその面白さというか、これはリスナーさんそういうこれが出ればのを言ってもらって、はいみんなで一緒に考えたわけですよ。うわでそこが結構面白いんですよね。どういうシステムにするか、操作系にするかとかっていう、で世界観とストーリーとキャラクターを決めようと。でそれでね、古事集のゲームができて、どっか作ってください、ね。コジプロじゃなくていいんですか。古事プロそんな暇ない。あ、そうですよね。失礼しました。今いっちゃ忙しい時でした。はい失礼しました。 TBS ゲームありますか。 TBS ゲームありますから。あるんですか。そうそうそこでじゃあ熟成ゲーム作ります。あ、ゾンビコゾンビが稼ぎまくれるサーバーでサーバー、はいサービスしてないと。ここれからの会社らしいんですけど、わかりました監。督、はいじゃあこれ引き続き今募集をして、もし溜まったらできたらいいななんか思うんですけども、どういう形のメールがいいですか。あ、ゾンビのやつはよかったですね。箇条書きとか。あ、箇条書きでもいいですよ。じゃあ短く。なんかこんな、なんていうの、爽快感とか、まあ、なんかわかりません。飛ぶとかね。まあ、昔そうやったんですよ。ファミコンの時は飛ぶとか掘るとか、もう動詞一つでゲームできたんですよね。へでそういうのでないやつ、ー。ないやつ。ないやつ、買うとか、腕が鳴りますよ皆さんの。はい買うとか。飲むとかね。あ、もう監督言わないでこれ以上。飲むはやりたい、私がやりたい。っていうのはじゃあどういうゲームにするかと。プレイヤーを誰にしてみたいな。あ人間じゃなくてもいいので。ー、そっか。いますね、いろいろはい。広がりそう。ちょっとリスナーさんのこれは腕が試されるところですので。腕なんですかね、これね。頭。頭。発想。どうしようかな。なんかちょっとまあ普通でいいです。なんか中に光るもんがあるかもしれない。おー。はい。動詞とかね動詞とかね。どうしたかね。はい。でもやらかすとかね。やらかしやらかしゲーム。あでもやらかしゲーム見たことないですね。いいね。はい。ずっと怒られるとかね。うわー、怒られるの嫌だけど、それをどうゲームしていくのか、どうストーリーしていくそのか。の話し合いが思うんやと。わー、ぜひぜひたまりましたらこの古事集でも展開する。ぜひこの古事集で最後商品化できるようにしたいですね。おー。ね。まこれはあ権利は TBS さんにあるんでね。はい、ありがとうございます。これちゃんと言っときましょう。かけるコジプロはい。コジプロはしない。僕プロデュース。あ、いいよ、いいんですか。 15%ぐらい15%ぐらい取ります。 15%いいんですか。15%でいいんですか。スタッフさん笑ってるんで、いけるかもしれないです。これは通常大人の交渉ということで、はいはいということで今夜もあっという間にお時間です。最後に一言お願いします。はい、小島秀夫の最高の10時にしよう。そろそろお開きです。また来週の月曜日の夜10時にお会いしましょう。お相手は TBS アナウンサー日々真央子と小島秀夫でした。また来週。